どうもベルです。今回は、ドゥームステイのヒーローティアリストシリーズということで、A ランクのヒーローについてやっていこうかなと思います。ヒーローの、ティアリストというのは、ドゥームステイのヒーローを、S ランクから D ランクまで、ランク付けしたものになるんですけども、少し前の動画で、どのヒーローがどのランクなのかということについては、お伝えさせていただいたので、まだそちらを、ご視聴いただいてない方は、そちらを先にご覧いただいた方が、この動画をより、楽しめるかなと思いますので、概要欄のリンクより、ご視聴いただけると嬉しいなと思います。では早速今回は、A ランクのヒーローについてやっていきたいなと思うんですけども、A ランクのヒーローは、トム、ジェイコブ、ジョニー、ベラ、スベン、そして最後にビクターですね。この6名になるんですけども、この6人は、基本スペックもさることながら、もう明確に、この場面で強いというのがあるヒーローです。この場面においては、もうこのヒーローを使うのが最適解っていうことが、多々ありますので、ぜひ今回の動画、参考になれば嬉しいなと思います。では最初に、トムから、行こうかなと思うんですけども、トムは、第一世代の、歩兵ヒーローで、硬さにおいては、もう圧倒的な強さを持っているヒーローです。現状、駐屯する際に、最も硬い構成っていうのは、このトムと、あとは、サンダーですね。そちらを組み合わせた、構成になるんですけども、もう本当に硬いです。全然落ちないです、この二人の構成は。で、トムの方なんですけども、トムのレイジスキルは、もう非常に、欲張りセットになってまして、まず、単体ダメージと、相手に、余ダメージ現象のデバフ。そして、自身と、近くにいる味方への非ダメージ現象と、あとは自分自身の回復っていう、もう何個効果あるんだって感じのスキルですよね。そしてこのレイジスキルの効果。これってもう駐屯してる時にもうすべて、役立つスキルですし、野戦の際にも、この非ダメージ減少効果が、覚醒後で、最大5部隊に、かかるというのも、非常に優秀で、野戦の時、彼がいるかどうかで、味方が受けてしまうダメージっていうのは、かなり変わってきます。また、相手のダメージを、カットしていくこともできますので、相手から受けるダメージを、まず減らした上で、じゃあ、非ダメージ減少効果も乗るっていうところで。で、しかも、回復効果もあって、あるというところで、もう、単体で、もう非常に硬いことはもちろん、回復効果アップを、第4スキルで持っているので、最初にお伝えした、サンダーですね。彼本当に中トンでもう比類なき強さを、発揮するサンダーなんですけども、もう非常に相性がいいんですよね。もうトムで、じゃあ受けるダメージを減らして、で、サンダーで、受けたダメージを、ほぼ回復して、もうなんか不死身のような、中トンを行っていくことができるので、非常に強いのかなと思ってます。で中トンっていうのは、基本的には、まず相手から落とされないっていう、前提が必要で、火力に寄せた中トンをした方が、総合比的には美味しくても、結局落とされちゃったら意味ないので。その点、トム・サンダーであれば、よほどのことがない限り、カウンターラリーをするために必要な4分間は、稼いでいけるので。今回最後にご紹介する、火力型の、中トンヒーローですね。そのビクターなんですけども、こちらですね。彼を覚醒させたとしても、中トン役として、トムを使う機会っていうのは、大いにあると思いますし、硬いバフ要員として、今後も野戦で非常に活躍を見込んでいけるかなと思いますので、非常にお勧めができるヒーローなのかなと思います。では次に、第3世代の射撃ヒーローのジェイコブですね。
彼について、語っていこうかなと思うんですけども、彼は、非常に高い火力の、範囲攻撃を持ったヒーローです。非常に似たヒーローとして、第一世代の、ルイが挙げられると思うんですけども、ルイの場合は、もうさらに、火力特化になってまして、ジェイコブも非常に高い火力持ってるんですけども、ルイと比べると、少し、防御寄りの性能をしているのかなと思います。スキルの方、見ていくと、駐屯時の、ダメージアップだったり、駐屯時に、相手にデバフを、かけていくデバフをかけていく、ことも、ことができるスキルだったり、あとはレイジスキルでの、カウンターダメージアップ、これらがありますので、駐屯だと、ルイより、ジェイコブの方が優秀なのかなと思います。ただ、彼の弱点と、少し弱い点として、スキルの範囲が扇状なんですよ。あとは、スキルダメージアップを、持ってないので、野戦の範囲火力としては、ルイに、軍配が上がるのかなと思います。ただ、そもそもがめちゃめちゃ強くて、ダメージ係数が、13,750ですね。覚醒後で持ってますので、その範囲攻撃って、もうめちゃめちゃ凶悪なので、野戦の際には、非常に大活躍してくれるのかなと思います。基本的には、組ませる相方としては、ルイかジュリアの、どちらかになると思うんですけども、チュンとジュリアで組んで、相手を、沈黙させる要因として、使うのか。もしくは、チュンとルイで組んで、このゲーム、ナンバーワンの範囲火力部隊を作っていくのか。それ自体によって、ジェイコブの、組む相方というのは、変わってくるのかなと思います。ただ、ジェイコブ自体が、もう非常に単体で、もう強いヒーローであって、火力寄りの駐屯をする際には、サンダーと組ませて、大活躍、間違いなしだと思いますので、ぜひ育成していただくのがいいんじゃないかなと思います。では次に、第2世代の、射撃ヒーローの、ジョニーについて、語っていきたいんですけども、もう彼は、もう対サンダーの切り札ですね。私の動画をよく、ご覧いただいている方は、私がもうジョニーのことめちゃめちゃ推してるので、ご存知だと思うんですけども、もう本当に、このヒーローが使えるかそうではないかで、ラリーの世界が変わります。現状、ラリーしていくときって、相手の駐屯ヒーローに、ほぼ確実にサンダーいるんですよ。で、よほど格上じゃない限り、サンダーいない場合っていうのは、もうすぐ落とせるので。で、そうなると、サンダーに対する対策を、考えていきたいわけなんですけども、そのサンダーに対して、圧倒的に有利を取れるのが、このジョニーです。サンダー駐屯の強いところって、被ダメージ現象もさることながら、与えたダメージをほぼ回復するんですよ。なので、ほんと全然落とせないっていうことが、起こるんですけども、このジョニーは、その回復効果を、もう大幅に、減少させてくれます。なので、ジョニーを使いこなせば、もうサンダー駐屯がもう全然怖くないです。本当にもう対サンダーの、性能だけ見たら、もうこのジョニー、もうS ランクじゃなくて、もう SS ランクぐらい、上げたいくらいの性能してるんですけども、一応対サンダーのラリー以外だと、波のヒーローと同じくらいになってしまうので、今回は A ランクという評価をしました。ただ、本当に今のこのゲームの環境は、どれだけサンダーを攻略できるかっていうことが、もうラリーの際には本当に鍵を握ってますので、ジョニーを使うことで、闇の封鎖の、大都市戦だったり、あとは初等レイドの、見張り台ですね。そちらのラリーだったり、あとはポンペイですね。そちらのラリー戦での、勝率が上がっていって、全体の勝敗にも、結びついてくるかなと思いますので、ラリーをする方には、非常におすすめができるヒーローなのかなと思います。では次に、第2世代の、騎兵ヒーローのベラですね。
彼女なんですけども、彼女は、野戦で非常に優秀な騎兵ヒーローです。火力が非常に高いのはもちろん、戦闘開始時に、レイジを150獲得した状態で戦っていけるっていうのが、もう非常に大きくて、ほぼ確実にレイジスキルで先手を打てるんですよ。で、そうなると、相手は兵数が減った状態でレイジスキルを、打つことになるので、その分火力は落ちていくんです。落ちていくんですよね。で、この効果って、普通の野戦でも、非常に大きいんですけども、これが進化を発揮するのは、バウンティーですね。バウンティーって、兵数的に、非常に短期決着になりやすいので、レイジスキルを、先手で打てるっていうことの、価値が非常に大きいです。あとは、ダメージアップの効果は、もちろんのこと、レイジスキルで相手に、ヒダメージアップの、デバフを、かけることができるので、ベラをリーダーにしておけば、アシスタントの、レイジスキルの火力を上げていけたり、集団戦だったら、仲間の攻撃を、通りやすくすることができるので、非常に優秀なスキルなのかなと思ってます。ベラは、基本的に、この後ご紹介する、スベンと組み合わせて使っていくんですけども、ベラ自体が、火力としての、追撃性能が、もう非常に高くて、相手の残り部隊が、30% を切っているときに、さらにダメージアップという、なんかもう鬼のような、スキルを持ってまして、で、スベンは、レイジスキルを打った後に、大幅に、移動速度アップの、スキルを持っているというところで、非常に相性がいいんですよ。今だと、スベンの育成難易度的になかなかベラスベンを、使ってる人って少ないんですけども、ベラスベン自体は、もう本当に、強い構成なので、ぜひこの構成に必要不可欠なベラを育成していただくのがいいんじゃないかなと思います。では次は、そんなスベンについて、語っていきたいんですけども、スベンも、第2世代の、騎兵ヒーローで、彼の魅力は、もう何と言っても、このレイジスキルですね。移動速度を 50% 上げられるっていうのが、もう非常に優秀で、このレイジスキルのおかげで、もう追撃の際、逃げられてしまうっていうことが、ほぼ起こんないんですよ。追撃をしているっていうことは、相手からの、レイジスキルと、基本攻撃は、受けないで済むので、一方的にダメージを与えることができて、相手に被害を与える、大チャンスになりますので、もうそこって、もう絶対逃したくないんですよね。それをほぼ確実に、ものにできるのが、このスベンです。また野戦でも、非常に大活躍な、このスベンなんですけども、今、トッププレイヤーのラリーで一番強いと言っても過言ではないのが、このベラスベンでのラリーです。ラリーの際に、対サンダーで言えば、ジョニーがもう最強で、ラリー部隊の、そこを短期攻撃された時の、体制を考えると、ルイとジョニーを、組み合わせて使うのが、結構強いんですけども、その一方で、じゃあ別にラリー部隊を、短期攻撃されても全然大丈夫な、強さを持ってて、じゃあサンダー防衛されても、損耗比で圧倒的に勝てるから、もういくら時間かかっても、ほんといくら回復されても結局ダメージ与えるから問題ないよっていう。そういう場合に、本当に強いのが、このベラスベンでのラリーです。ベラの、高い火力はもちろんのこと、何より強いのが、スベンの、ラリーの際に、発動する火ダメージ現象のスキルなんですよ。第3スキルで、火ダメージを、15% 減らすことができまして、第4スキルで、さらに 12% の、火ダメージ減少をすることができますので、合計で 27%、火ダメージを減らすことができます。もう本当に、これがめちゃめちゃ大きくて、しかも、覚醒させることで、非カウンターダメージを、20% 減らすというところで、この3つのスキルのおかげで、もうラリーの際に、もう目に見えてダメージを減らすことができます。
ベラの攻撃力と、もうスベンの防御力が、もう相まって、非常に強いラリーを組んでいけるというわけですね。ラリーについては、ちょっと前に、詳しく話した動画があるので、そちら概要欄に、リンクの方貼ってますので、気になる方はそちらより、ご視聴いただけると嬉しいなと思います。では最後に、第3世代の、中トンヒーローのビクターですね。で、ビクターなんですけども、ビクターは、これまであまりなかった、すべての兵艦のステータスを上げて、かつ、火力が非常に高い、中トンヒーローです。中トンをしている際の、ダメージとしては、全ヒーローの中でナンバーワンのレイジスキルを持っていまして、これまでの、サンダーとかトムって、あくまで歩兵部隊のステータスしか上げていくことができなかったんですけども、彼は、すべての陛下の、ステータスを上げていくというところで、そこが非常に優秀なポイントなのかなと思います。あとは、第3スキルで、スキルダメージを、相手のスキルダメージですね。そちらを減少していくことができるっていうところで、本当全スキル無駄がないんですよね。もう非常に、強いスキル構成なのかなと思います。で、トム・サンダーで、中トンしている時っていうのは、どうしても、火力がないので、格下のプレイヤーから、ラリーをされている場合でも、損耗比で見ると負けてしまうっていうことが、結構多いんですけども、このビクターを使うことで、格下のプレイヤーからの、ラリーに対して、損耗比でも、勝利をしていくことが、できるようになります。ただその一方、硬さっていう面で見ると、全然ないので、格上のプレイヤーからのラリーだと、すぐに兵士が削られてしまって、活躍していくっていうのは、ちょっと難しいのかなと思います。また見張り台とか、大都市での、そこでの駐屯以外でも、このビクターは、シェルターの駐屯ですね。そちらでも、活躍を見込んでいくことができます。で、シェルターの駐屯って、基本的に全ての兵科じゃないですか。なので、トム・サンダーとかで駐屯してても、歩兵しかステータスが上がらないので、どうしても、騎兵と射撃の、火力を伸ばしきれないということが、あったと思うんですけども、このビクターであれば、騎兵と射撃の、火力を確保していくことができるので、そこが彼の、長所なのかなと思います。ジェイコブとか、ルイとかの、火力によったヒーローっていうのはいるものの、駐屯の際の、単体火力としては、ビクターが今、ナンバーワンですし、全兵科のステータスを上げていくっていうところで、現状の駐屯の、火力役としては、ビクターが、最も強いと思ってますので、今回 A ランクという評価をいたしました。はい、こちらで A ランクのヒーローについての解説は、以上になるんですけども、今回ご紹介したヒーロー、もうすべて強いです。ビクターなんかは、あくまで、格下のプレイヤーにラリーをされた時に、進化を発揮するので、クロート向けだったり、ジェイコブも、あくまで、射撃2部隊で野戦をすることが前提だったり、あとはジョニーも、あくまで、対サンダーの、ラリー専用だったりで、いつでもめちゃめちゃ強いっていうことは、強いというわけではないんですけども、そのヒーローごとに、もう輝ける機会では、もう大活躍、間違いなしだと思いますので、今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。で、次回は、ヒーローのティアリストシリーズの、最終回ということで、S ランクヒーローについてやっていく予定なんですけども、もう S ランクヒーロー、S ランクのヒーローは、もう使わない理由が見当たらないくらい強いです。本当にもう強いことしか書いてないヒーローたちで、もう彼らを使いこなすことが、もう戦闘の勝敗の鍵を握っていると言っても、過言ではないと思いますので、ぜひそちらもご視聴いただけると嬉しいなと思います。はい。では今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録及び、概要欄より、X のフォローをしていただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。